二人パパシェラ。皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日は二人パパ特別編、11月30日に東京で判決が出る同性婚訴訟について、二人ママの原告さんや弁護士さんをお迎えし、なんで裁判するのっていう素朴な疑問に、裁判以外にも同性婚が可能なルート、もし二人パパが今日本に移住したらどうなる、そして弁護士さんの報酬まで、判決までに皆さんと一緒にこの機運を盛り上げていきたいと思います。それでは行きましょう。二人パパの判決直前、同性婚訴訟の裏側。シェーナということで、皆さんこんにちは。二人パパのみっつんです。今日はですね、実はこちらゲストをお呼びして、ちょっといつもと違った雰囲気で動画の方を始めたいと思います。ご紹介したいと思います。同性婚の実現に向けて、活動されている、集団訴訟をされているお二人です。自己紹介していただきたいと思いますので、まずは小野さんからお願いしていいですか？はい、東京一次原告の小野春と申します。今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。で、小野さんはもう僕ずっと前から、ね、訴訟が始まる前からお友達だったんですけど、そういう訴訟の裏側というか始める時の話もずっと僕伺ってたんですけど、すっごい面白い話なので、そこら辺の裏話も今日はいろいろ伺いたいと思います。そして寺原さん、お願いします。はい、こんにちは。小野春さんがやってる東京訴訟の弁護団の共同代表という立場と、あとその訴訟外で同性間の結婚の法制化を実現するためのキャンペーンを行っているそのマリッジ・フォー・オール・ジャパンという団体の代表と、両方をやってる寺原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本当僕もずっとスウェーデンに住んでたんですけど、その時から本当にこの小野春さんをきっかけにいろんなニュースを拝見させていただいて、寺原さんがいつも記者会見に出られてるのもいつも拝見してて僕の中では本当におなじみの顔なんですけど、でも本当に今日はいろいろなことを本当に聞きたいと思って伺ってます。そして、今回この場所はどこなんだっていう話だと思うんですけれども、今ですね、私たちは、東京新宿にあるラッシュさんの新宿店さんにお邪魔しております。とても素敵なディスプレイがあって、これ全部バスボムらしいんですけど、レインボーのカラーに準備していただきました。なぜこの動画を作ることにしたか、この企画の趣旨なんですけれども、皆さんご存知かと思いますけれども、3月の終わりぐらいだったかな、うちの2人パパのチャンネルで1本動画を出しました。その時にですね、僕の古くからの友人で、これもまた本当にたまたまのご縁だったんですけど、ラッシュさんがこのマレージ・フォー・オール・ジャパンさんと一緒に協力してやったこのキャンペーンがありまして、そのキャンペーンに合わせて素敵なハート型の赤いイコールマークがついた石鹸を送っていただいたので、今そこにいるんですけどね、後ろにその張本人がもう東京時代からの友達で、それを送っていただいたので、それに合わせてちょっと動画を作って、その動画で出た収益はマリッジ・フォー・オールさんの方に寄付させていただきますということで、一番最初から概要欄にお伝えしていたので、振り込めばいいかなっていうのはずっと思ってたんですけど、ちょうど日本に来るっていうので、それだったら直接お渡ししたいなということで、今回このような場を設けさせていただきました。本当に皆さんがね、こう見ていただいた動画のその皆さんのアクションでこの寄付ができるっていうことを本当に嬉しく思っています。なので皆さんのね、いただいたお預かりしたお金だと思って皆さんにちょっとお渡ししたいなと思っております。なのにこんな粗末な封筒自分がさっき慌てて手書きにしたんですけど、ちょっと寺原さんの方に小野さんの方にもお渡ししたいと思いますので、まずは本当にありがとうございます。本当ぜひこちらの方を使いいただければと。ありがとうございます。本当に皆さんなんかちょっと政治家のなんかパフォーマンスっぽくて変なんだけど、こういうの初めてなんですけど、皆さんの思いが多分詰まっているので、ぜひお使いいただければと。実現のために有益に使いたいと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。いただきます。じゃあそれどっか。二人パパさあということで、今その寄付はさせていただいたんですけれども、僕は小野さんから実はいろいろ聞いていて、その訴訟ってどうなってるのみたいな、よくニュースでは見かけるんだけど、じゃあ誰が
下世話の話ね、誰がお金出してるんだろうとか、どうやってみんなその訴訟ってお金かかるんじゃないのとかっていうところで、だから寄付も募ってるんだろうなっていう予想はできるんだけど、この中身っていうのかな、もし差し支えない程度でいろいろお伺いできればなと思ってるんですけど、実際そこら辺どうなんですか？これは寺原さんに伺った方がいいのかな。お金の話ですか？そう、お金の話。まず訴訟だと、その普通の訴訟は弁護士が仕事でやるので、弁護士費用、弁護士の報酬が一番大きくて、それでプラス例えば実費ですよね、その印刷代とか裁判所に払う印紙代っていうのが手数料みたいなのがあったり、あとその学者の先生から意見書をもらって証拠として出したりするので、その学者の先生に対する意見書料、謝礼とかそういうものが実費ですよね。その大きく分けてその2つがあるんですけども、今回は、弁護団は無報酬でやっているので、こっちはかかってませんと。すごい。何人ぐらい弁護士さんいらっしゃるんですか？全国のそのね、5カ所の5地域で合わせると、もうどうだろう、5、60人ぐらいいるのかな、そんなにないかな。東京で20人ぐらいで、それぞれが少ないところもあれば、ちょっと九州また多かったりして、なので4、50ですかね。すごい。皆さんだから基本的にボランティアで、そうです、それを実現したいからっていうことでやってくださってる。そうです、じゃあもうこうやって寄付を募ったお金はもう弁護士さんではなく、弁護団の報酬にはなりません。本当に。でこのマリッジ・フォー・ジャパンに今回いただいたので、今の話は訴訟のお金の話で、それはまたちょっと別で、マリッジ・フォー・ジャパンは訴訟外のキャンペーンを行っているから、そのためのその PR で訴訟を支援したりとか、イベントしたりとか、それも全部実費かかりますよね。そっちの実費の方もすごく、そっちの方がかかるので、この前のマリフォー国会メーターもそれ、そうです。僕もね出たんですよ。小野さんも出たよね。動画ね。ああやって PR しないと、やっぱ知ってもらわないと、興味を持ってもらわないとっていうところですもんね。この間のそのマリフォー国会メーターの便利っていう動画はすごく素敵なので出来上がったんですけど、それこそラッシュさんのキャンペーンの売り上げをラッシュさんが全てマリフォーに寄付をしてくださったので、そのお金で作ったんです。もうね、本当これ、今回の企画も、その僕が前回作った動画がきっかけで、こういうことしたいんだけど、僕日本に来るからしたいんだけどって言ったら、もうすぐセッティングしていただいて、もう本当に全てそれを無償で、今回このために同性婚の実現のために、本当にみんなが純粋に頑張ろうって言って集まったのが今日この回なので、もう本当に僕もこの日をね楽しみにして、感染対策をバッチリにしてやってるんですけれども、なんかこのマリフォーは今そのお金の話から入っちゃったんですけど、実際に特に訴訟ではなくそのマリフォーの方ではどういった活動をされてるんですか？そうですね、3つの柱で活動していて、1つがその同性婚を求める、同性間の結婚を求める訴訟の、PR という形での支援、でそれの司法というルートで、憲法違反だっていう判決を取って法制化を進めるっていうことを後方支援するっていうのが1つ目の柱、で2つ目がより直接的な国会議員さんに働きかけをして法律を変えてくださいと、で法制化してくださいというのが一番直接的なルートなので、そのロビーグですね、のための活動で、3つ目がその2つともを関係する、この2つを加速させるための世論喚起としてのその情報発信だったり、イベント開催だったり、全てですよね。でその3つの柱で活動してます。なんかここでもしかしたらご存じない方もいるかもしれないんですけど、今でも訴訟をしてるわけじゃないですか。でも国会議員の呼びかけも必要っていうことはどういうことなんですかね。どっちが早いかっていう話なんですけど、もし訴訟で多分、今それぞれ東京地裁とか、札幌高裁とかいろんな段階で進んでるんですけど、最後は最高裁判所に行くんですね。で多分それに行くのが2024年頃かなと思うんですけど、そんなにかかるんだ。5年ぐらいは普通かかるので、あと2年。そうですね。でそこで今同性間の結婚ができないっていうことは憲法に違反するよ、ダメだよっていう判決が最終的に出れば、それはもう国会も動かざるを得ないので、当然に法制化する流れになるので、それは一つのルートなんですけども、その最高裁に行くまでの間も、もう今日々多くの方々が本当に生き悩んでらっしゃるので、
最高裁待つまでもなく国会が法律さえ変えればすぐ実現できるわけです。なので最高裁を待たずに国会で変えてくださいっていうことを働きかけるっていうのはさっきの2つの方。なるほどね、はい、だからさっきもちょっとお話ししたマリフォー国会メーターで、そのサイトを見るとこのどの国会議員さんとか政党がこの同性婚を支援しているか支持しているか賛同しているかっていうことが見える可視化できるっていうものなんですよね、はい、だからこういうマリフォーとしてはそういうものをサイトを作ったりとかっていうことにも、はい、尽力されてるってことなんですよね。はい、で今なんかお話聞いてて僕がちょっと思ったんだけど、その最高裁判所まで行って違憲判決が出て国会が動くっていうルートと、あともう一つはもうそれを待たずに国会の中で議論がされて同性婚が法制化されると、この2つのルートを今寺川さんに言っていただいたんだけど、多分アメリカは2015年に同性婚が成立、最高裁で違憲判決が出て全種で一応できるっていうことになった、っていうのが多分そのやり方なんですよね、その訴訟に関してはね。で僕それで思ったのがやっぱスウェーデンと違うなと思って、僕は普段スウェーデンに住んでるのでスウェーデンのLGBTQ の権利活動の歴史とかをもうちょっとですけど勉強したりすると、やっぱりその裁判で違憲判決が出たからそうなったわけではなくて、国会の議論の中でもうそれが出てきて、いやこれは認めないといけないよねって言って先にもうその法制化ができたんですね。それでスウェーデンでは2009年に、同性婚が同性婚というか結婚の平等化が可決されて、で僕らは2011年に結婚ができた、2人パパはそこで礎ができたということなので、なんかやっぱりその国によって同性婚ができるようになったって言っても全然そのルートが違うんだなっていうのはすごいお話を聞いてて思いますね。どっちがいいってわけではないけど、いやでも本来はね、やっぱ国会っていうのは全国民の代表で全国民を幸せにするための法律を作んなきゃいけないっていう責務を負っているから、国会がまずすべきなんですよね。なんだけどなかなかしてくれないから仕方なく起こしたのが訴訟で、なので小野原さんたちのような原告さんがいろんな正直バッシングとか辛い思いとか矢面に立ってね、そう矢面に立ってってことは本当はしなくてもいいはずなんですよ、国会がしてくれれば。なので本来はこっちはないはずのルート、ないべきのルートです本当は。これそうなんです。僕これあと弁護士の方なので、弁護士さんなので一つこれ聞きたいなと思ったんですけど、僕よくこういう話をするとよく YouTube でもコメントいただくんだけど、憲法を変える方向に行った方がいいじゃないっていう話も。一つこれ聞きたいなと思ったんですけど、僕よくこういう話をするとよく YouTube でもコメントいただくんだけど、やっぱりその憲法と法律の違いみたいなところがすごいやっぱ僕も理解してるつもりでしてないかなと思うんですよね。じゃあ違憲判決が出たからどうなるとか、そこら辺ってちょっとめっちゃ短く言えますか？言います多分小野原さんはもう完全に理解してると思いますけど、とにかく憲法が一番偉いんですよ。で憲法の下に法律があるんですよね。なので憲法の精神、いろんな平等とか個人の尊厳とか書いてあるので、それに反するような法律は全部無効ならダメですよっていうのが大きい立て付け。だからもう親分なんだよね。そう親分。全ての法律が憲法に合致するかどうかっていう審査とかはしてないので、今いろんな法律がたくさんあって、それがやっていくうちにあれこれおかしいんじゃないって、今回だったら昔はあんまり思えてなかったかもしれないけど、やっぱりこれ同性カップル結婚できるのどう考えてもおかしいよねって気づき始めて、多くの人がこれやっぱり憲法違反じゃないっていうふうに思って、じゃあ憲法違反だねっていうことがもし最高裁で分かれば、やっぱりこれダメじゃないか、変えなきゃいけないじゃないかっていうことで、憲法に従わなきゃいけないのが法律なんです。でもそこでよく言われるのが、じゃあ憲法を変えればいい、憲法を変える方向に行った方がいいじゃないっていう話もよく聞くんですけど、そこら辺はどうですか？憲法にこれはしちゃいけないっていう禁止が書いてあることがあるんですね。例えば拷問しちゃいけないとかって書いてあって、だけどもし拷問したいと思ったら憲法を変えなきゃいけない、禁止されてるから、だけど同性間の結婚は何にも書いてないから、逆に禁止もされてないんですよ。なので憲法を変える必要はなくて、逆に憲法の精神、平等とか個人の尊厳とかから考えると、憲法に沿わせるんだったら同性間の結婚を認めなきゃいけない、逆に、っ
なので憲法はそのままで法律を変えれば済むっていうのが、もう憲法学者のみんなほぼ一致した見解なんですよね。なるほどね。じゃあその違憲判決が出るのが、まあ今のところ、当座の目標ではないですけれども、一つのマイルストーンというかステップになるってことですよね。そうですね。で今までにも判決が出たところもありますよね。それは札幌と東京、大阪か。そうだそうだ。大阪だった。そう。6月だったね。から2019年のバレンタインデーに提訴をして、全国5カ所、札幌、東京、名古屋、大阪、福岡で今進行中なわけですけど、去年の3月に初めて出たのが1個目が札幌地裁で、これは憲法違反ですよ、ダメですよっていう素晴らしい判決で、2個目が今年の6月に大阪地裁で、いや今同性間が結婚できないことは憲法上問題ないんですよって真っ二つの判決が出たっていうのが今の状況ですね。同じ地裁レベルで全然違う感じになっちゃったんですね。そして来週11月30日には小野春さんもその原告の一人となっている東京一時訴訟の地裁判決が言い渡されます。裁判所に直接傍聴に行ったり、オンラインイベントに参加したり、裁判のことを周りで話題にしたりして、この裁判への注目を高めてください。人が変われば社会が変わります。ぜひ一緒に応援してください。よろしくお願いします。そこで僕がいつも疑問に思うのが、僕らは今スウェーデンに住んでてよく言うんだけど、本当に自分がゲイであることを忘れるような生活、全然気にしずに生きていける社会だと思っていて、だけどよく聞かれるのが、日本に帰ってくるつもりありますかみたいなことを聞かれるんですよ。でその時に、でも僕らが日本に住んだら大変なのかなって思っちゃうわけ。やっぱ小野さんの話も聞いてるとね、小野さんもお子さんずっと育ててらっしゃる、皆さんも成人されたんだっけ。そうなので、大先輩なんだけど、でもやっぱそういう話を伺うと大変なのかなと思うので、なんかそこら辺ってどう思われますか？どちらでもいいんだけど、僕がもし2人パパとして子供連れて日本に帰ってきたら何が大変だと思います？それから何が大変だったですか？なんか本当ね、密には帰ってきてほしいんだけれどもね、なかなかね、やっぱり共同親権がまずないじゃないですか。共同親権ね。そう、だからなんかね、どうしてもなんかこの産んだ方の親だけがね、親扱いになって、でもう一人の親御さんっていうのがちょっと見えない存在に、なりがちだったり、そういうことはねありますよね。一つ一つ本当に日常レベルのね、細かいことに結構及んでいるので、ね、例えばなんか保育園に入れる時になんかお迎えのことどうするんだっていうのが簡単にシンプルに父母だったら何も問題なくさっといけるものが、やっぱりお迎えにどっちでもいけるのにみたいな、そういうことがね、一つ一つやっぱりやっていかなきゃいけないっていうことがね、あったりとか。そうね、それで言うとうちの子もずっと保育園、幼稚園行かせてるけど、そういうの何も聞かれることなく親ですっていう感じで最初からいたので、それもいちいち説明しなきゃいけない感じですか、やっぱり。やっぱりそれはね、法律上はどうしても親になってないってことになってしまうから、やっぱりそういう登録を一つ一つしていかなきゃいけないし、まだね結構わからないところもいろいろあるんですよね。皆さんみんなが分かんないからね。そう想定してないみたいなことになってるから、この想定外みたいな状態っていう本当にみんな手探りで、一つ一つみんなね本当に個人レベルでやらなきゃいけないことになってしまうので、そういうところはちょっと大変なんじゃないかなと思うんですけど。実際にどうでした？学校とかの対応はどうでしたか？そうだから学校とかにも私とそもそも言っていいのかもわからない。どうしてたの？じゃあ言ったの？最終的には。最初は言わなかったんですけど、途中で言ったんですね。なんか最初に子供を私は小学校とかね入れた時ってまだなんか LGBT って言葉もなかったから、なんかその説明をどこからどうやってしていいのかが、私たちは誰なんだみたいな、どういう家族なんだみたいなね、見たこと大体皆さんないみたいな状態だったみたいなねこともあったので、最初のうちは言ってなかったんですよね。でなんか一緒に住んでますとか、一緒に子育てをしてますとか言うんだけれども、実際のところは男女も私たち夫婦ですとかいきなり言うわけだよね。何も聞かないもんね。言われないから言ってないと思うんだけど、私たちやっぱり同性だとお友達ですかとかね、どういうご関係ですかってやっぱりちょっと思われがちなので、一緒に子育てしてますっていうふうには言うんだけれど、カップルですまでは特に言ってなかったの。ちょっと気になっちゃう。その頃はなんか言って
逆にねどんなことが起こるのかが全く想像できなくって、ちょっと私ねあんまりちょっとなかなかこうねバーンっていくタイプでもないバーンっていくわけではないけど原告になったねちょっとよくわからないね本当によくわからない自分でも。でも原告になったきっかけはじゃあ何だったんですか？やっぱり子供のことがねあってですよね、やっぱり子供がいることでやっぱりこうやって日常的にねいろんな困ることがあるからやっぱりね法律作ってもらわないと困るねっていうのがあって、それじゃあパートナーの僕も知ってる人だからそうですあんちゃんだけどお二人で話し合って決められたの？どっちが言い出しっぺとかあるの？もともとねうちのパートナーはもうずっと訴訟がやりたいみたいな訴訟がやりたいみたいなそうなんだみたいな感じだったんだけど、まあねやりたがってたから海外ではそういうのがいろいろ事例があったもんね。訴訟を起こしてるんですね。そうですよね。やっぱりね訴訟からこのね婚姻の平等の権利獲得みたいになってっていうのを見てるから、いつかやっぱりね、子供がちっちゃいとなかなか難しいから、子供がね大きくなったタイミングでできることがあったらやりたいねみたいなことはずっと言われてはいたから、でそれがいいタイミングでちょうどね話いただいて、これはちょうどいいってことになったんです。なるほどね、すごい。今回この動画のきっかけになったのがラッシュさんのキャンペーン、マリコーとのコラボって言っていいのかな。もうラッシュさんの方がもうぐいぐいとラッシュさん主催です。マリコーはもう本当に単なるゲスト出演とかだけでもうすべてラッシュさんです。そうだよね、でも僕がすごい3月に石鹸をいただいた時に一番すごいいいなと思ったのが、ただキャンペーンをするだけではなくてお店に来ていただいた方とも一緒にお話をするみたいなことだったんだよね。今ね店員さんがいっぱいいらっしゃるんです、ここに2人パパファンも含めてでその会話をやっぱりすることが一番大事っていうことをコンセプトにされていて、ものすごいそれが新しいアプローチだなって思ったし、やっぱ本質をすごいついてるなって思ったんですね。やっぱりよく言われるけど6月のプライド月間になるとみんなレインボーフラッグを掲げる企業さんはそれこそ10年前5年前から比べたらね本当に増えたし、すっごいそれは心強いことだとは思うんだけど、なんかレインボーフラッグ掲げてるだけの企業さんもやっぱ少なからずやっぱりあって、でもラッシュさんはすごいアクション自体に全て意味があって、あと6月のねちょっと自民党の冊子の問題の時もちゃんと声明を出していただいたりとか、なかなか他の企業さんがどうしても言葉選び難しいな他の企業さんが慎重にねさすが慎重にならざるを得ない、それは社会がそうしちゃってる企業さんの責任だけではないと思うんだけど、社会がそうなってしまっているっていう中でもしっかりと声明を出されたっていうのを見た時に本当に心強いなと思って。本当に形だけじゃないなっていうところでものすごい僕はそういうアクションだけで僕もすごい心強いと思ったし、もっと若い子にしてみればもっともっと嬉しいと思うんですよね。なかなか僕が若い時小野さんもだけどなかったじゃないですかね。自分はもう世界に一人だけだと思ってたから、ゲイである人間なんて男が男を好きになるなんてって思ってたので、そういう時代の人間からするともう全然すごいことだなと思って本当に感謝してます。本当にありがとうございます。本当にそうなのでちょっと話がそれちゃったんだけどなんていうのかな、やっぱり性的マイノリティっていう言葉もあるんだけど、そういうマイノリティだけだと変えていくのが難しいんですよね。それはもうずっと講演会とかしてても思うんだけど、なんかだからこの「アライ」って言葉があったりとか、マジョリティの人も一緒に応援してというか一緒になって頑張っていこうっていうところが、ラッシュさんのみんなで会話をしていこうとかそういうところにもつながると思うんだけど、お二人どちらでもいいんだけどアライの人ができることとか、やってほしいことっていうわけではないけど、こうしたらもっとみんなで一緒にできるのにっていう具体的な何かアクションってありますか？私は二人パパ。こうしたらもっとみんなで一緒にできるのにっていう具体的な何かアクションってありますか？
私は、たくさんある中であえて言うんだったら2つお願いしたいなっていうのがあって、1つは今のその、対話っていうところとの関係からすると、もちろん周りの人とも話をしてみたりはしてほしいんですけど、やっぱり今の残念ながら日本を動かしているのは、ちょっと中高年の男性のおじさまたちなわけなんですけど、なかなかこういう話題自体に触れることがまだ日本だと少なかったりするんですよね。なので例えばこれ見てらっしゃるその若い人たちが自分のお父さんとこの話をちょっとしてみるとか、今日みっつんさんっていう人のねあれを見てね、こんな話してたんだよとかって娘が言うだけでも全然違うと思うんですよ、他の人に言われるよりも。だから家族でちょっとした時に会話に出してみてほしいなっていうのが1つ目、で2つ目が、より直接的なもう国政に意思反映できますよ簡単にっていう話で、さっきから出ているそのマリフォー国会メーターっていうサイトがあるんですけど、そこに各国会議員さんの連絡先とかも載ってるんですね。でそのお手紙を送る時のサンプルも全部載せてるんですね。なので参戦、特にだからその国会議員さんが選出された地域で住んでいらっしゃる方が、自分の選挙区のから出た政治家さんを探してね、で自分はどこどこの何区に住んでますと、あなたのことを応援してます、なのでもしちょっと今まだなんか反対みたいだけどちょっと考えてみてくれませんかっていうお手紙とかおはがきを送るだけでも、実際それをもらって意見が賛成に変わりましたっていう国会議員さんも複数いらっしゃるんですね。なので投票よりもよりダイレクトに国会議員の意見を変えられる力がそれぞれの人たちにあるので、ぜひその2つ目はそれをやってほしいなと思います。本当になんかそういう声は聞こえてこないとかってね、なんて開き直る政治家さんも多いからね、周りにいないとかね、本当にそうですね。それがね、それを聞いて僕1つ目のやつを聞いて僕思ったのが、うちのチャンネルって普段は Vlog とかを主に出しているのでスウェーデンでの生活を出してるんですけど、家族で今回帰ってきていろんなファンイベントとかいろんな講演会とかやっていろんな方いつも見てますっていう方とお話しするんだけど、家族で見てるって方すごい多いんですよ。なんかそのデータだけ見ると一応データが出るので、その女性男性とか性別決めてないっていうとかそういう感じで割合が出るんですけど、やっぱり女性が多くて、やっぱ女性の方がやっぱり家庭の中の話だしどうしてもそういう風になるのかなと思ってたんだけど、でも実際に聞いてみるとやっぱり家族で見てます、子供と見てます、で夫と見てます。でそうするとうちも息子見てます。ありがとうございます。嬉しい。楽しんでます。そうだからすごいその家族で見てますっていう声を聞いてるので、今すごい今回の企画がまさにそことつながるといいなと思って、その普段の Vlog はもっと多分見やすいからその家族で見れるのかもしれないけど、こういうちょっとだけいつもよりは難しい話になってしまうかもしれないけど、本当に、今は一人で見てるかもしれないけどもう一回お父様と見るとか上の世代の方と見るとか、そういう風になるとすごいいいなって僕も。本当にすごく大きいきっかけになると思いますね。じゃあその2つのことをねぜひね、皆さんも意識してもらったら嬉しいなと思ったりしています。どうですか小野さんは何かこうしてもらったらいいなみたいな、私たちはこれを頑張ってるから、なんかやっぱマジョリティの方にこういうことを知ってほしいなみたいなのってありますか？ね、なんかどうしてもネット当事者だとマネ訴訟をやったりとかね、いろんなイベントでとかにもあるんだけれども、やっぱりこのお話ってやっぱりね、実はマジョリティ側のね方々がね、こそ実は主役じゃないですか、ね、実際はなんか当事者とマジョリティとかって分けがちだけどね、そう分けがちなんだけど、実はなんか自分たちだけでね何か言ってても、ね、これなかなか、少ないしね、少ないし、ね、なかなか変えていくってね、なかなか難しい話でもあるなとも思ってて、なんでやっぱりね周りの皆さんと最終的には同じっていうのかな、同じになりたいみたいな、ねところにあるわけで、別に特別な権利が欲しいわけではなくて、あなたがみんなやれてることを私たちもしたいっていう話でね。そうなんですね。だからその3つの足にあるみたいな、ね、ゲイであることを忘れるみたいな、ただ普通の市民でも同じだから全然
もう意識することなくなっちゃうっていうのはね、本当に象徴的だと思うんだけれども、私たちも本当にねお隣の方と同じように単に暮らしたいだけ、今なんかそれがなかなかそうもいかないでいろんなところで工夫しなきゃいけないけど、そうじゃなくってお隣のね皆さんとかなんていうかな、子供のお友達のねご家族と一緒の風になりたいっていうだけだから、でそういったところでねやっぱり皆さんとねそういうところの意識が共有できるっていうのかな。そうだね、今まだちょっとその意識が差があるかもしれないけど、それが少しずつこう交わっていくといいですよね。でも本当そのマジョリティ性とマイノリティ性っていうと、僕も今ここにいると性的マイノリティ代表みたいな代表面してやってますけど、僕自身もやっぱり違う面で言ったらマジョリティになることっていっぱいあるし、だから僕がやっぱりスウェーデンで今過ごしていて、で日本に今回帰ってきてすごい思ったのが、別にどっちがいい悪いじゃないし、スウェーデンがなんか優れてるとかっていうつもりはないんだけど、なんか結局マイノリティのためにこう何かをすると、そのマジョリティ側もみんな生きやすくなるみたいな感じがあって、そこって結局そのジェンダーっていう言葉があるけど、ジェンダー平等とかっていう言葉があるけど、マイノリティの人が生きやすくなると全てのジェンダーの人が生きやすくて、女性の権利向上とかっていうのもあるけど、逆に男の人たちもその最近は有害な男らしさっていう言葉もあって、そのなんか男はこうでなきゃいけない、一家の大黒柱じゃなきゃいけない、スーツ着て革靴履いて走らなきゃいけないみたいな、夏の暑い時もなんかすごいそういうイメージがあるけど、そういうことからも解放されるっていうところに僕はすごいつながると思っていて、そのためにはそうすると別に誰かのためではなくてマジョリティの方も自分のためになることだなと、こういうことを応援することがすごい、そういうみんな一人一人が生きやすい社会になるんじゃないかなっていうのをすごい感じているところですね。あとさ、これ実は言うの忘れてたんだけど、あとさ、これ実は言うの忘れてたんだけど、うちの動画でさ、いつもキャッチアイで出る「二人パパ」っていうのは分かります？あの時に出てくる絵、これこの本にも書いてあるんだけど、実はこの絵を描いたのこちらの方なんです。ありがとうございます。もう最初の頃からお友達としてつながりがあって、でそのイラストレーターさんということで本当に無理を言って最初ブログにね書いていただいて、書籍化になる時もぜひもうこのままこの絵が使いたいということで、もううちの子もまだ赤ちゃんだったんですけど、大きくなったからもう変えたらって言われることもあるんだけど、これにすごい僕は馴染みがあるし、なんか初心忘るべからずじゃないけど、最初にブログを書き始めた時からこのイラストを使わせていただいているので、実は皆さんが毎回見てる「本当にパパ!」の時の画像が実は小野さんの愛ある作品だったということで、ちょっとお知らせしたいなということもあって、今日はこちらの方も持ってきました。ということで長い付き合いになりましたけどね、またこれからもよろしくね。よろしくお願いします。いつも昔はよくオンラインでねよく喋ってたんだよね。よく喋った本当に何時間もね。あんま忙しくなかった頃があったんだよね。あったね。今ちょっと忙しくなっちゃったけどね。原告になる前ね。そう原告になる前です。前でした。そうしたら急に原告やるっていうからそうなんだと思って。でもおかげで僕もいろんなこと勉強させてもらって、こうやってご縁もいただいてね、トライさんともいっぱい。今こうやって日本に帰ってきて仲間がいるなってすごい思うので、ぜひ皆さんもその仲間の一員になっていただけたら嬉しいなと思います。さあということで今日はこれぐらいでね終わりたいと思いますけれども、ぜひ皆さんね、皆さんの思いをねコメント欄に書いていただいて、今日どんなことを思ったかとか、こんなことをしたとか、例えばお父さんと見たよとかいうのがあれば、ぜひコメント欄に書いていただけたら嬉しいと思います。それから高評価ボタンもよろしくお願いします。チャンネル登録もよろしくお願いします。また次回のね動画で、皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。じゃあいつも僕ら最後「ヘイドー」っていうので、ご一緒にいいですか？はい、ということであちらの真ん中のカメラに向かって、ということで今日の動画はここまでになります。また次回の動画でお会いできるのを楽しみにしています。それでは皆さんごきげんよう。せーの、ヘイドー。Sten, sax, påse. Vad blir det? I love you. 二人パパ。